韓国時代劇を見てみると、すごい派手な色の洋服や、地味な白色の洋服、そして服なのか布巾なのかわからない洋服、気になったことありませんか？朝鮮は洋服で身分を示したんです。여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 今日は朝鮮の階級社会の話をしてみたいと思います。朝鮮の社会階級は大きく4つに分けることができます。まず、ロイヤルファミリーの王族。その次が貴族の양반、そして一般人にあたる平民、そして奴隷に近い先民がいました。ここで王族と양반までを支配層と言いますが、平民も試験を受けて양반に上がることができたので、実質平民まで支配層と見る目線もあります。とにかく王族は普通ではないので、今日はパスして양반から見てみましょう。まず양반の洋服ですが、男性の場合、以前朝鮮の帽子の動画で説明したように、カッと呼ばれる帽子とドホというかなり緩めの洋服を着ていました。女性の場合、カッは男のものでしたので、チャオという洋服を頭にかけたりしました。そしてスカートの場合は地面ギリギリまでの長さが普通だったようです。양반は貴族であったため、仕事は中高位公務員が一般的でした。これ以外の仕事は양반として恥ずかしいことだからです。それで試験に落ち公務員になれなかった양반の場合は一生勉強や遊びで時間を潰したようです。実際の昔の絵を見ても仕事をじっと見ながら昼から焼肉とお酒を飲んだり、貴船たちと遊戯を楽しむなど贅沢な生活をしていました。こういった양반は朝鮮人口に約 10% だったようです。そして양반は税金と兵役の免除という特権がありました。これは財産を蓄積がさらに可能となる大した特権でした。さらに양반は家門の財政的な支援やコネなどを使い勉強に集中すれば양반の子孫もまた양반になれたので社会的にかなり有利な条件を持っていました。次は平民です。平民の洋服としてはカッという帽子はかなり高かった高級品だったため平民たちはなかなか買えなかったので単言や상투まま生活したことが多いです。女性の場合は色は地味でスカートは仕事をしやすくするため足首の上までとなっているのが特徴です。平民は実はその中でも中人と上民で分けることができますが、中人は簡単に言うと下級貴族です。なので財産もまあまあでコネも期待できなかったので才能や努力で試験を受けて양반にレベルアップするのが目的でした。同じ平民の中で貴族ではないけど一般人として上民がいました。彼らは農業や商業を担当していまして、意思があれば試験を受けて양반になることはできますが、忙しい農業や商業の仕事をしているからには試験の基本である漢字を覚える時間すらなかったと言われています。チャンスはあるものの現実的に無理でした。とにかく平民はやる気があれば身分の上昇が可能だったということで、ある程度朝鮮の中で生活はそこまで悪かなかったと思われます。しかしこのチャンスすら与えてもらえなかった人々がいます。それは先民と言われる朝鮮最下級の人々でした。彼らは特に服装という決まりはなかったんですが、彼らがやっていた仕事の厳しさや財産などを考えると、いつもボロボロの洋服で暗い系列の色の洋服を着ていたそうです。先民は8つの仕事がありましたが、まずはドビッと呼ばれる양반の屋敷の雑業担当、そして僧侶、占い師の無断、道家、貴船などがいて、この仕事は先民の中でもいい方でした。そして死に対する悪いイメージがあったので、お葬式係や技術の価値をあんまり認めてなかった朝鮮だったので、鍛冶屋も先民として扱いました。侍が貴族であり、その象徴である刀を扱う鍛冶屋を職人として高く評価した日本とはかなり違う認識でした。そして先民の中でも差別を受ける先民がいました。陸屋さんと死刑執行人でした。朝鮮は血を扱う仕事を下品だと思う文化がありましたが、その影響です。とにかくこの先民たちは試験を受けるチャンスもなかったです。そしてこういった先民は朝鮮の人口の4割を示していたと言われています。ではまとめてみます。朝鮮の社会階級システムはまず最上級の王族がいて、その後양반が 10%、そして平民がまとめて 50%、先民が 40%、こういった形でできているのがわかります。
そして、平民は試験を受けて양반になることはできて、さらに양반も結婚ということで王族になることもできました。しかし、先民からは、ごく稀の特別な例を除いては、一生先民の人生でした。ちなみに、양반でも逆に平民になる場合もありました。金銭問題や試験を3代目まで、つまり、曽祖父が양반でもひ孫まで公務員になる子孫が家紋になかった場合、実質的に平民になったそうです。または、平民からも金銭的な問題で先民になることが結構あったようです。最後に、いくら양반でも、大に反逆やそれほどの過ちを犯した際には、先民になり、代々先民として生きるという処分をされることがあったようです。今日はここまでです。また新しいテーマで皆さんを伺います。今日も聞いてくれて本当にありがとうございます。またお会いしましょう。여러분、안녕。